レッスン1、ランチプラン。お腹が空いてきた。昼食には何を食べたらいいと思う？サンドイッチはどう？素早く簡単に作れます。それは計画のように聞こえます。ハムとチーズの美味しいサンドイッチが作れるよ。素晴らしい。七面鳥とアボカドのサンドイッチを用意するよ。ヤム、アボカドが大好きです。サンドイッチに合うチップも持ってくるよ。パーフェクト。ヘルシーなフルーツサラダも持ってきます。間違いなく何かリフレッシュするものが必要です。掘り下げるのが待ちきれません。私も。外でランチを楽しめるように、ピクニックバスケットに全部詰めておくよ。それは素晴らしいアイデアです。自然の中で食べると食事がもっと楽しくなる。同感です。食事をしながら景色の変化があるのはいつだっていいものだ。絶対に。座れる毛布を持ってきます。それはあなたのことを思っているね。そうすれば私たちのピクニックはもっと心地よくなるでしょう。そう思ってくれて嬉しいよ。私たちのランチは特別なものにしたい。あなたの努力に感謝します。素晴らしいランチになるよ。ワクワクするよ。いつものルーティンからの素晴らしい休憩になるよ。確かに。屋外での簡単な食事が大きな違いを生むことがあります。これ以上は同意できませんでした。私たちに喜びをもたらすのは些細なことだ。絶対に。このランチはそんな些細なことの一つになると思う。楽しみです。思い出に残るランチになりそうです。間違いなく。美味しい料理と良い仲間、これ以上何を求められますか？そうだね。このような瞬間に感謝しています。私も。昼休みを最大限に活用しよ絶対に。素敵な食事に乾杯するために飲み物も持ってきます。レッスンに新しい場所への移動。新しい場所に移動するのはワクワクするかもしれませんが、荷ほどきをしなければならないことはたくさんあります。わかりました。何か助けが必要なら遠慮なく聞いてください。ありがとう、アンナ。申し出に感謝します。いろんな箱をくぐり抜ける必要があるんだ。全く問題ありません。私は何度か引っ越してきたので、それがどれほど圧倒されるかは分かっています。それは心強いですね。引っ越しは初めてで、どこから始めたらいいのかわからない。心配しないで。プロセスを簡単にする方法についていくつかのヒントをあげることができます。それは素晴らしいでしょう。私は聞きたくてたまらない。まず、必需品に優先順位をつけます。必要なアイテムが入った箱をすぐに開梱してください。それは理にかなっています。それではキッチンとバスルーム用品から始めましょう。パーフェクト。必需品を開梱したら、残りの部分には時間をかけることができます。それはいくらかのプレッシャーを和らげます。すべての箱に圧倒されたような気がした。
そう感じるのは自然なことですが、休憩をとって自分のペースを合わせることを忘れないでください。良いアドバイスです。必要な時は必ず休んで充電するよ。また、箱にはっきりとラベルをつけてください。後で物を見つけるのがずっと簡単になります。それは素晴らしい提案です。箱にラベルをつけるためのマーカーとラベルをいくつか用意しておきます。素晴らしい。長い目で見れば、時間とフラストレーションを大幅に節約できます。ご協力に感謝します。君の指導がなければ、引っ越しはもっと難しいだろ喜んでお手伝いします。引っ越しはチームワークでも構いません。そうだね。手を貸してくれる人がいると大きな違いになる。間違いなく。また、必要に応じて、遠慮なく友人や家族に助けを求めてください。それを心に留めておくよ。サポートがあることを知ってよかった。絶対に。引っ越しは大変な作業ですが、助けがあれば管理しやすくなります。プロセス全体についてより前向きに感じ始めています。それは嬉しいですね。新しい空間での新たなスタートであることを忘れないでください。そうだね。この家を家にするなんてワクワクするよ。あなたがそうしてくれることは間違いない。その過程を楽しんで自分のものにしてください。ありがとう、アナ。あなたの励ましの言葉は私にとって大きな意味があります。どういたしまして、ジョン忘れないでね。途中で何か助けが必要になったら、私がここにいる。遠慮なく連絡します。アンナさん、ご支援ありがとうございます。光栄です。荷ほどきして落ち着いて頑張ってください。頑張ります。ありがとう、アンナ。レッスン3、充電と忍耐。電話の電池残量が少なくなっています。充電しなくちゃ。それは重要です。ただし、完全に充電されるのを待つときは忍耐が重要です。わかってる。いつも永遠に時間がかかるような気がする。そう思えるかもしれませんが、完全に充電するには必要です。そうだね。手続きを急ぐべきではない。まさに、忍耐力があれば、バッテリーは全容量を取り戻すことができます。しばらく待って、数分おきにチェックせずに充電させてみます。それは良い戦略です。邪魔されずに充電させるのが一番です。待っている間、他のことに集中して、忙しく過ごすことができます。それは素晴らしいアイデアです。充電中にできることはたくさんあります。本を読んだり、仕事についていくことができた。素晴らしい選択肢。他の活動をしていると、あっという間に時間が過ぎてしまいます。少し歩いて、頭をすっきりさせることもできるかもしれません。これは、携帯電話を充電しながら自分自身を充電できる素晴らしい方法です。確かに、自分自身を充電することの重要性を忘れることがあります。絶対に。休憩をとって自分の世話をすることは、全体的な健康にとって不可欠です。それを心に留めておくよ。忍耐とセルフケアは密接に関係している。
彼らは確かにそうします。どちらもバランスの取れた充実した生活を送るために重要です。私は今、忍耐とセルフケアの価値をもっと理解し始めています。それは素晴らしいです。それは人生の様々な局面であなたに役立つ考え方です。あなたの言うとおりだと思います。学ぶ価値のある教訓だ。間違いなく。また、スマートフォンと同じように、完全に充電され、すぐに使用できることを忘れないでください。アンナ、励ましてくれてありがとう。あなたの言葉は気分を高めます。どういたしまして、ジョン。私たちはみんな、自分を大切にするためのリマインダーを必要としています。確かに、忙しい日常の中で、セルフケアは見過ごされがちです。だからこそ、必要な時に一時停止して充電することが重要です。これからはそれを優先します。バランスの取れた生活を送るには充電が必要だ。それを聞いて嬉しいよ。他の人にも忍耐とセルフケアを伝えることを忘れないでください。そうだね。私たちはみんな、理解と思いやりが必要です。絶対に。忍耐力を持って一緒に充電しましょう。それをやる覚悟はできてる。思い出させてくれてありがとう、アンナ。レッスン4、文化の違い、時間厳守。しばらく別の国に住んでいて、興味深い文化の違いに気づきました。それは魅力的だ。どの文化にも独自の慣習があります。どのような違いに気づきましたか？さて、私が気づいた違いの一つは、時間厳守です。私の文化では、時間通りに行動することは高く評価されています。ああ、なるほど。時間厳守は確かに多くの文化にとって重要な側面です。現在の文化についてはどうですか？ここでは、少し遅れる方が容認できそうです。人々は時間に対してよりリラックスした態度をとります。それは面白い。文化的規範が時間厳守に対する私たちの認識をどのように形作っているかを示しています。私にとっては調整でした。私は迅速でいることに慣れていて、他の人にも同じことを期待しています。それがいかに難しいかは理解できます。適応するための戦略は見つかりましたか？それは素晴らしいアプローチです。海外で生活するときには、文化的なニュアンスに適応し、理解することが不可欠です。絶対に、多様性を受け入れ、様々な視点から学ぶことがすべてです。確かに。視野を広げ、私たち自身の文化的偏見に挑戦する機会です。この経験を通して、私は間違いなくよりオープンマインドになりました。それが聞けて嬉しいです。文化交流は豊かで変革をもたらす可能性があります。本当にそうです。様々な習慣や伝統の美しさを理解することを学びました。それは貴重な教訓です。多様なコミュニティ間の理解と調和を促進します。これ以上は同意できませんでした。違いによって分断されるよりも、お互いの違いを祝うことが大切だ。正確に。文化の多様性を受け入れることで、私たちの世界はより良い場所になります。異文化に浸ることができるこの機会に感謝しています。
そして、あなたが交流する人たちは、あなたが順応し、理解しようとするあなたの意欲を高く評価していると思います。文化交流とは、橋を架け、つながりを育むことです。あなたは素晴らしい仕事をしているわ。ジョン違いを受け入れ、そこから学び続けてください。ありがとう、アナ。この文化探求の旅を続ける決意です。この異文化体験であなたが成長することは間違いありません。あなたの励ましは私にとって大きな意味があります。アンナさん、ご支援ありがとうございます。どういたしまして。ジョン、忘れないでほしいのは、文化的理解は生涯続くプロセスだ。それを心に留めておくよ。それは成長と感謝の旅です。絶対に。しっかり練習を続け、豊かな文化的多様性を楽しんでください。そうするよ、アンナ。改めて、ご理解と励ましに感謝します。レッスン後、オンラインショッピング。新しい靴を探していたんだけど、まだ合うものが見つからない。オンラインで買い物をしてみませんか？もっとたくさんの選択肢があるでしょう。それはいい考えだ。他のオプションについては、いくつかのオンラインストアをチェックしてみようと思います。素晴らしい。オンラインショッピングは便利で幅広い商品が手に入ります。利点については聞いたことがありますが、あまり試していません。私のような初心者に何かアドバイスはありますか？承知しました。まず、正確な情報については、製品の説明とカスタマーレビューを必ずお読みください。それは理にかなっています。自分が何を買っているのか、他の人がそれに満足しているのかを知ることは重要です。まさに、情報に基づいた意思決定を行い、不愉快な驚きを避けるのに役立ちます。靴に関して特におすすめのオンラインストアはありますかAmazon、ザッポス、ナイキの公式ウェブサイトなど、評判の良いオプションがたくさんあります。確認してみます。サイズはどう？ぴったりフィットするか少し心配です。ほとんどのオンラインストアには、各靴のサイズを示すサイズ表があります。サイズを測って比較し、適切なサイズを見つけてください。それは役に立ちます。購入する前に必ず足を正確に測っておきます。いいアイディアだ。これにより、靴を返品したり交換したりする必要がなくなります。返品といえば、靴が合わなかったり、気に入らなかったりした場合はどうなりますか？多くのオンラインストアには柔軟な返品ポリシーがあります。購入前に返品ガイドラインを確認してください。それは私にいくらかの安心感を与えてくれます。物事がうまくいかなければ、私には選択肢があることを知っているのは良いことだ。絶対に。オンラインショッピングは便利ですが、返品ポリシーを知っておくことは重要です。それを心に留めておくよ。オンラインショッピングの際に考慮すべきことは他にありますか？注意すべきことの一つは、ウェブサイトのセキュリティです。チェックアウトプロセスが安全であることを確認し、ブラウザーのアドレスバーに南京錠のマークが表示されていることを確認してください。オンライン詐欺について聞いたことがあります。個人情報と財務情報を保護することは非常に重要です。間違いなく。
評判の良いウェブサイトを使用し、疑わしいリンクやメールには注意してください。注意するよ。オンラインショッピングの世界でも安全は最優先だ。絶対に。適切な予防策を講じれば、便利で多様なオンラインショッピングを楽しむことができます。すべてのヒントをありがとう、アンナ。オンラインストアを探索する自信がつきました。どういたしまして、ジョンハッピーショッピング。あなたにぴったりの靴が見つかるといいですね。あなたのサポートに感謝します。適切なものが見つかったらお知らせします。あなたのオンラインショッピングの成功について聞くのを楽しみにしています。プロセスを楽しんでください。そうするよ、アンナ。ご指導と励ましに改めて感謝します。レッスン6、クリエイティブな染色。精緻の染めをやってみようと思っていました。やったことある？アナ。はい、持っています。古着や布地に新しい命を吹き込む、楽しくてクリエイティブな方法になり得ます。それこそまさに私が探しているものです。使いやすいタイプの染料を教えていただけますか？はい、液体染料を使用できます。すぐに入手でき、操作も簡単です。液体染料は便利ですね。色違いはありますか？絶対に。幅広い色を取り揃えているので、お気に入りの色を選ぶことができます。それは素晴らしい。いろんな色を試して、ユニークなデザインを作ることにワクワクしています。それはあなたの創造性を表現する素晴らしい方法です。色を混ぜてカスタムシェードを作ることもできます。色を混ぜるのは面白いですね。知っておくべき特定のテクニックはありますか？染めや絞り染め、筆やスポンジで模様を作るなど、様々な技法を試してみることができます。うわぁ、可能性はたくさんあります。私のような初心者にはどのテクニックをおすすめしますか？絞り染めは人気があり、初心者にも優しい技法です。鮮やかでカラフルな模様を簡単に作ることができます。それは良い出発点のように思えます。絞り染めをやってみるよ。始めるためのヒントはありますか？承知しました。清潔で湿らせた布から始めて、染料パッケージの指示に従うと最良の結果が得られます。わかった。必ず指示をよく読んで従うよ。また、手が汚れるのを防ぐために手袋を着用することを忘れないでください。安全第一。必ず手袋を着用し、風通しの良い場所で作業します。それは重要です。通気性が良いと染めやすく、強い匂いも防げます。それを心に留めておくよ。他に鮮やかな色を出すコツはありますか？布地を水と酢の混合物にあらかじめ浸しておくと、染料の吸収が良くなり、より濃い色になります。わかった。染める前に必ずプレソークをしておきます。素晴らしい。また、染色後は布をよくすすいで余分な染料を取り除くことを忘れないでください。よくすすいで、確認してください。色が鮮やかで、にじまないことを確認したいです。
それが進むべき道です。適切なすすぎは染料の定着と出血の防止に役立ちます。すべてのヒントをありがとう、アンナ。これで自信がつき、染色プロジェクトを始めることができるようになりました。どういたしまして、ジョンプロセスを楽しんで、ユニークなデザインを作って楽しんでください。そうするよアンナ。私の聖地がどうなるか見るのが待ちきれません。ワクワクするよ。どの染色プロジェクトも、あなたの創造性を解き放つチャンスであることを忘れないでください。絶対に。このクリエイティブなアウトレットに感謝しています。アンナ、ご指導ありがとうございます。嬉しいよ、ジョン。私はあなたの創作活動をサポートするためにここにいます。ハッピーダイイング。ありがとう、アナ。染色の世界を探求し、私たちの芸術的な側面を取り入れましょう。レッスン7、ブレンダーショッピング。新しいブレンダーを探していました。複数の速度と他の機能を念頭に置いたものが欲しいです。それは素晴らしい。速度オプションが異なると、様々な材料を簡単にブレンドできます。他にどのような機能を検討していますか？パルス機能付きのブレンダーと丈夫なガラス瓶にも興味があります。パルス機能はより正確なブレンドを実現するのに便利で、耐久性と洗浄のしやすさにはガラスジャーが適しています。まさに。私は過去にプラスチックの瓶を持っていましたが、時間が経つと傷がついたり汚れたりする傾向があります。わかりました。ガラスの瓶は一般的に傷や汚れに強く、臭いも残りません。それは私にとって重要です。長持ちし、性能を維持できるブレンダーが欲しい。絶対に。ニーズを満たす高品質のブレンダーに投資することは常に賢明です。おすすめの特定のブランドやモデルはありますか？ビタミックス、ブレンデック、キッチンエイドなど、複数の速度やその他の機能を備えたブレンダーを提供する評判の良いブランドがいくつかあります。それらのブランドについて良いことを聞いたことがあります。調べてみるよ。モーターの動力はどう？モーターパワーはブレンダーの性能を決定します。多彩なブレンドを行うには、ワット数の高いブレンダーを探してください。それは理にかなっています。柔らかい材料も硬い材料も扱えるブレンダーが欲しい。一般に、ワット数の高いブレンダーほど、氷や冷凍フルーツなどの硬い材料をブレンドできます。知っておくと良い。私は冷凍フルーツを使ってスムージーを作るのが好きなので、パワフルなブレンダーは必須です。スムージーは、果物や野菜を食事に取り入れるのに最適な方法です。パワフルなブレンダーを使うと、作業がずっと簡単になります。絶対に。新しいレシピを試したり、様々なフレーバーを試したりするのが楽しみです。それがスピリットだ。適切なブレンダーがあれば、キッチンでの可能性が広がります。待ちきれません。複数の速度のブレンダーはコストがかかりますか？一般に、機能が多く、ワット数が高いブレンダーほど高価になる傾向があります。ただし、それでもまともなパフォーマンスを提供する手頃な価格のオプションもあります。それを心に留めておくよ。予算は私にとっての要素ですが、品質も求めています。
適切なバランスを見つけることがすべてです。ニーズを考え、リサーチをして、予算内で最適なブレンダーを見つけてください。研究が鍵です。レビューを読み、価格を比較して、情報に基づいた決定を下します。それは賢いアプローチです。レビューは他のユーザーから貴重なインサイトを得ることができます。アンナ、すべての情報をありがとう。完璧なブレンダーを選ぶ準備が整った気がします。どういたしまして、ジョン手伝えてよかった。あなたのニーズに合った理想的なブレンダーを見つけていただければ幸いです。あなたのサポートに感謝します。決めたら、君に知らせよう。新しいブレンダーについて聞くのを楽しみにしています。ブレンドを楽しんで、料理の冒険を楽しんでください。ありがとう、アナ。完璧なブレンダーを見つけて、美味しいお菓子を作りましょう。レッスン8、旅行の予算編成。旅行の計画はワクワクするものですが、出費はあっという間に膨れ上がってしまいます。アンナ、予算の立て方について何かアドバイスはありますか？絶対に、ジョン。お金を節約する一つの方法は、荷物を軽くして、衣類やトイレタリーなどの必需品だけを持参することです。それは理にかなっています。超過手荷物は追加料金につながる可能性があり、品目数が少ないほど管理しやすくなります。まさに。さらに、旅行中に購入したお土産やアイテムを入れるスペースが増えます。それは絶対に心に留めておくよ。お手頃価格の宿泊施設を見つけるコツはありますか？はい、いくつかの選択肢があります。格安ホテルやホステルに滞在したり、オンラインプラットフォームを通じて部屋やアパートを借りたりすることを検討することもできます。それらは素晴らしい選択肢のように思えます。お金をかけずに快適な滞在場所を見つけることが重要です。絶対に。価格を調べて比較し、予算や好みに合った最もお得な情報を見つけてください。手頃な価格のオプションを見つけるには、調査が重要です。旅行中の交通手段は？目的地によっては、バスや電車などの公共交通機関が費用対効果の高い移動手段となる場合があります。それは良い点です。レンタカーを借りたり、どこでもタクシーに乗ったりするよりも安い場合が多いです。さらに、ウォーキングやサイクリングは、交通費を節約しながら街を探索するのに最適な方法です。ウォーキングやサイクリングは、健康的で予算に優しい選択肢のように思えます。それらも検討します。もう一つのヒントは、訪問している地域で割引されたアトラクションや無料のアクティビティを探すことです。それは素晴らしいアイデアです。多くの都市では、無料のウォーキングツアーや美術館やランドマークの割引チケットが提供されています。これらの機会を活用することで、地元のアトラクションを楽しみながらお金を節約できます。割引や無料のアクティビティを利用するために、必ず事前に調査して計画を立てます。それは賢いアプローチだ。ジョン。事前に計画を立てておくと、予算を最大限に活用できます。旅行者向けの予算管理のヒントは他にありますか？毎日の食事の予算を決め、それを守ることが大切です。地元の飲食店で食事をしたり、自分で食事を準備したりすることもお金を節約できます。賢明なアドバイス。郷土料理を試すことは必須ですが、より手頃な価格のオプションとのバランスを取ることをお勧めします。
絶対に。また、予算内に収まるように、旅行中の経費を記録することを忘れないでください。経費を記録することは非常に重要です。支出を把握し、必要に応じて調整を行うのに役立ちます。まさに、支出に気を配ることで、より楽しくストレスのない旅行が可能になります。アンナ、役に立つヒントをありがとう。これで、次の旅行の計画に自信が持てるようになりました。どういたしまして、ジョンをお手伝いできて嬉しいです。予算を組むからといって、エクスペリエンスに妥協することではないことを覚えておいてください。それを心に留めておくよ。綿密な計画を立てれば、お金をかけずに思い出に残る旅行ができる。それがスピリットだ。ハッピートラベル、ジョン、そして冒険を楽しんでください。ありがとう、アナ。予算に優しい冒険と忘れられない思い出作りに出かけましょレッスン9、ワークアウトを楽しく続ける。ワークアウトルーチンをエキサイティングでやりがいのあるものに保つことは、時には苦労することがあります。アンナ、何かコツある？同感です。それに、物事を面白く保つために、様々なエクササイズをするのはいつでもいいことです。一つのアイデアは、様々なトレーニングクラスやプログラムを試すことです。それは物事を混ぜ合わせるのに最適な方法のように思えます。新しいエクササイズを試すことで、様々な筋肉群をターゲットにし、退屈を防ぐことができます。まさに。また、ワークアウトに具体的な目標を設定しておくのも役に立ちます。筋力、持久力、柔軟性の向上など、目標を設定することでモチベーションを維持できます。目標はワークアウトに目的意識を与えます。必ず取り組むべき目標をいくつか設定しておきます。もう一つのヒントは、音楽をワークアウトに取り入れることです。明るい曲でプレイリストを作成すると、エネルギーが高まり、ワークアウトがより楽しくなります。音楽は強力なモチベーターです。絶対やってみるよ。おすすめのワークアウトアプリやオンラインリソースはありますか？ワークアウトルーチンやガイド付きエクササイズを提供する素晴らしいアプリやウェブサイトはたくさんあります。人気のあるものには、ナイキトレーニングクラブ、フィットボット、ヨガウィズエイドリアンなどがあります。確認してみます。体系的なワークアウト計画を立てることで、ガイダンスを提供し、バランスの取れたルーチンを確保できます。絶対に。また、体の声に耳を傾け、休息日を設けて回復し、過労にならないようにすることも重要です。怪我を避けるには、休息と回復が不可欠です。定期的な休息日をワークアウトのルーチンに組み込むようにするつもりです。それは賢いアプローチだ。ジョン。自分を奮い立たせることと、体を回復させることの間の適切なバランスを見つけることがすべてです。多様性が鍵のようです。他にワークアウトをもっとエキサイティングにする方法はありますか？はい、友達と一緒に運動したり、グループクラスに参加したりできます。ワークアウト仲間がいると、説明責任を果たし、体験をより楽しくすることができます。友達と一緒にワークアウトするのは楽しいアイデアのようですね。また、時間の流れを早めることもできます。間違いなく。また、ハイキング、サイクリング、水泳などのアウトドアアクティビティを試して、フィットネスルーチンに冒険を加えることもできます。野外活動は爽快に聞こえます。良い運動をしながら自然を楽しむのに最適な方法です。
また、マイルストーンを達成したり、フィットネスの目標を達成したりしたことに対する自分へのご褒美もお忘れなく。マッサージや新しいトレーニングウェアなど、好きなもので自分報にご酬は大き褒美をあなモチベげましょう。ーションになります。そのことを念頭に置いて、途中でふさわしいご馳走を計画していきたいと思います。それがスピリットだ、ジョン。旅を楽しみ、ワークアウトを楽しんでください。アクティブでいることは楽しい経験になるはずだということを忘れないでください。貴重なアドバイスをありがとう、アンナ。ワークアウトルーチンを復活させ、もっと楽しくできることにワクワクしています。どういたしまして、ジョン手伝えてよかった。挑戦を受け入れ、自分を奮い立たせ続けてください。これで決まりです。アンナ、あなたのサポートに感謝します。私のベストを引き出してくれる、エキサイティングで充実したワークアウトをご紹介します。レッスン10、成功のためのネットワーキング。おはよう、アンナ。今日会えてよかったです。私たちの職業生活における人脈づくりの重要性についてお話ししたいと思います。おはよう、ジョン。ネットワーキングはキャリアの成長と機会にとって確かに重要です。人脈を築くことで、新しい可能性への扉を開くことができます。絶対に、何を知っているかだけでなく、誰を知っているかが重要です。ネットワーキングは、私たちの輪を広げ、他の人の経験から学ぶのに役立ちます。その通りだ。業界のイベントや会議に参加することは、志を同じくする専門家と出会い、アイデアを交換する素晴らしい方法です。会議は貴重な学習機会と業界のリーダーとつながる機会を提供します。これは私たちの専門能力開発への投資です。ネットワークを構築するもう一つの方法は、LinkedIn などのオンラインプラットフォームを使用することです。これにより、プロとしての存在感を高め、同僚とつながり、新しい求 LinkedIn 人をはネッ発トワーキン見することグのためのができます。強力なツールです。自分のスキルを披露したり、業界での議論に参加したり、潜在的な雇用主とつながったりできるバーチャルスペースです。まさに、LinkedIn では関連するコンテンツを共有したり、投稿にコメントしたり、専門家グループに参加したりして、他のユーザーと積極的に交流することが重要です。他の人と関わることは、私たちの知識と専門知識を実証します。それは私たちが信頼を築き、有意義なつながりを築くのに役立ちます。人脈づくりとは、ただ取ることだけではありません。与えることも大切です。仕事で他の人を支援することで、長続きする関係を築くことができます。それは素晴らしい点です。支援を提供し、リソースを共有し、他者の成功に心から関心を持つことで、私たちのネットワークを強化することができます。絶対に。信頼と相互支援に基づいて関係を築くことは、コラボレーション、メンターシップの機会、さらには仕事の紹介にもつながります。ネットワーキングイベントは時々威圧的に感じることがあります。新しい人にアプローチしたり、つながったりするためのヒントはありますか？自信が鍵です。友好的な態度で他の人にアプローチし、自己紹介をして、その人の仕事や経験に真の関心を示しましょう。アクティブリスニングも重要です。他の人の話を注意深く聞くことで、相手のニーズを理解し、価値を提供する方法を見つけることができます。まさに、自由回答形式の質問をしたり、有意義な会話をしたりすることは、私たちが永続的な印象を与えるのに役立ちます。また、ネットワーキングイベントの後に新しいつながりをフォローアップすることも有益です。パーソナライズされたメッセージやメールを送信することで、
継続的な関心を示すことができます。人間関係を育むには、フォローアップが不可欠です。会話を続けさせ、つながりを固めるのに役立ちます。ネットワーキングは継続的なプロセスです。積極的に行動し、常にネットワークを拡大する機会を模索することが重要です。絶対に。強固なネットワークを構築するには時間と労力がかかりますが、そのメリットはそれだけの価値があります。新しいキャリアオプションや個人の成長への扉を開くことができます。洞察を共有してくれてありがとう。ネットワーキングに時間とエネルギーを投資するモチベーションが高まりました。どういたしまして。ジョンネットワーキングはプロのツールキットに含まれる貴重なツールであることを忘れないでください。それを受け入れ、やってくるチャンスをつかみましょう。そうするよ。アンナネットワーキングを通じて有意義なつながりを築き、新しい可能性を開拓しましょう。レッスン11、準備の力。絶対に。自信は万全な準備から生まれます。準備ができていれば、より安心して、どんな課題にも取り組む準備が整います。その通りだ。準備は私たちに築き上げるべき強固な基盤を与えてくれます。これにより、安心感を持って状況に取り組むことができます。準備の一つの方法は、徹底的な調査を行うことです。プレゼンテーションであれ、就職面接であれ、情報を収集することが重要です。リサーチは、トピックや会社をよりよく理解するのに役立ちます。これにより、自信を持って話し、知識を実証することができます。研究と並んで、練習も欠かせません。プレゼンテーションや面接の回答をリハーサルすることで、より快適で明確な気持ちになれるようになります。練習することで、親しみやすさと流暢さが増します。これにより、伝えたいことをさらに磨き、自分の考えを効果的に伝えることができるようになります。準備のもう一つの側面は、目標を設定することです。達成したいことを明確に定義することで、集中力とモチベーションを維持できます。目標は方向性と目的を提供します。目標は私たちに努力すべき何かを与えてくれ、進捗状況を測るのにも役立ちます。潜在的な課題や障害を予測することも重要です。先を見越して緊急時対応計画を立てることで、予期せぬ状況に自信を持って対処できます。様々なシナリオに備えることで、効果的に適応し、問題を解決することができます。不安が軽減され、自信が高まります。さらに、心身ともに自分の面倒を見ることは、全体的な準備に役立ちます。十分な休息をとり、よく食べ、ストレスを管理することが不可欠です。セルフケアは見過ごされがちですが、私たちのパフォーマンスには重要な役割を果たしています。肉体的にも精神的にも気分が良いとき、私たちは最高の自分として現れます。アンナ。セルフケアを優先することで、課題に正面から取り組むためのエネルギーと精神が明確になります。チェックリストやトゥードゥーリストも用意しておくと便利です。タスクを整理し、管理しやすいステップに分けることで、順調に進むことができます。チェックリストは整理整頓に役立ち、完了したタスクをチェックするときの達成感も得られます。途中で自信がつきます。最後に、成功を視覚化することを忘れないでください。ポジティブな結果を精神的にリハーサルすることは、自信をつけ、パフォーマンスに対する不安を軽減するのに役立ちます。成功を視覚化することは、前向きな考え方を育むのに役立ちます。
これにより、自分自身が目標を達成しているのを見ることができ、自信が高まります。自信は本当に準備が整っていることから生まれます。知識と実践、そして自分自身のケアが組み合わさったものです。その洞察に満ちた議論をありがとう、アンナ。準備を優先し、それに伴う自信を持ちたいと強く思っています。どういたしまして、ジョン。どんな努力でも成功の鍵は準備であることを忘れないでください。このプロセスを受け入れれば、長い目で見れば報われるでしょう。そうするよ。あんな万全の準備をして、どんなことが起こっても自信を持って取り組むことが大切です。レッスン12、言葉の壁を乗り越える。それは賢い。外国に旅行する際、乗り越えなければならない言葉の壁はありましたか？そうでもない。ほとんどの人が英語を話していたので、コミュニケーションがしやすく、様々な状況でのナビゲートが容易になりました。それは幸運なことです。現地の言語を話すことは旅行体験を向上させ、文化や人々とつながるのに役立ちます。絶対に。現地の言語でいくつかのキーフレーズを学ぶことは、敬意を示し、信頼関係を築くのに大いに役立ちます。同感です。たとえあなたがその言語を流暢に話せなくても、現地の言葉でコミュニケーションを取ろうと努力することは、地元の人にはありがたいことです。自分のコンフォートゾーンから出て、現地の文化を受け入れたいという気持ちが伝わってきます。多くの場合、人々はあなたが努力しているのを見ると、より辛抱強くそれは本助けてく当です。れます。言葉の壁に直面した時には、心を開いて順応することが重要です。非言語コミュニケーションも重要な役割を果たします。ジェスチャー、顔の表情、ボディーランゲージなどの非言語的な手がかりは、口頭でのコミュニケーションが困難な場合にギャップを埋めるのに役立ちます。絶対に、これらの手がかりに注意を払い、地元の人々がどのように交流しているかを観察することで、彼らの文化や習慣について貴重な洞察を得ることができます。もう一つの便利なツールは翻訳アプリやフレーズブックです。基本的なニーズを伝えたり、重要な情報を理解したりするのに役立ちます。翻訳アプリは旅行者を支援する上で大きな役割を果たしてきました。翻訳や発音の助けになるだけでなく、リアルタイムの言語サポートも提供してくれます。言葉の壁にぶつかった場合に備えて、バックアップ計画を立てておくことは常に良い考えです。例えば、重要な住所や語句を書き留めておくと便利です。それは素晴らしいヒントです。アンナ、参考文献を書いておくと、公共交通機関をナビゲートしたり、道順を調べたり、道順を尋ねたりするのに役立ちます。さらに、地元の人々や、その言語に精通しているかもしれない他の旅行者に遠慮なく助けを求めてください。ほとんどの人は丁寧に尋ねれば喜んで助けてくれます。それは本当です。助けを求めることで、目先の言葉の壁が解決されるだけでなく、他の人とつながり、思い出に残る体験をすることができます。言葉の壁という課題を受け入れることは、個人の成長と異文化への理解を深めることにつながります。絶対に、旅行中に言葉の壁を乗り越えることは視野を広げ、多様性を受け入れることの重要性を教えてくれます。そして、それは旅行に限ったことではありません。今日のグローバル化した世界では、様々な状況で言語の壁を乗り越えることができれば、新しい機会への扉が開かれます。それは素晴らしい点です。アナ、言葉の壁があるからといって、
異なる背景を持つ人々との探求やつながりを妨げてはなりません。確かに。挑戦を受け入れ、心を開いて、コミュニケーションを取る努力をしてください。あなたが作り出すことのできる人脈には驚かれることでしょう。アンナ、洞察を共有してくれてありがとう。言葉の壁を乗り越えることは、旅行者や地球市民にとって必要不可欠なスキルです。どういたしまして、ジョン少しの努力と心を開くだけで、言葉の壁を打ち破り、有意義なつながりを築くことができることを忘れないでください。そうするよ、アンナ。どこに行っても多様性を受け入れ、言葉の壁を乗り越えていきましょレッスン13、ミニバーの費用に注意。最近ホテルに泊まったのですが、ミニバーのおやつが無料だと思い込んでしまいました。ああ、それは費用のかかる間違いかもしれません。ミニバーのアイテムは通常かなり高価で、客室料金には含まれていません。はい、私はそれを苦労して学びました。チェックアウト時に請求書を受け取った時はショックを受けました。ミニバーを楽しむ前に料金を確認することをお勧めします。ホテルによっては、アイテムを取り出すと自動的に充電してくれるセンサーが設置されているところもあります。それは本当です。事前に詳しく調べるか、ホテルのスタッフに料金を聞いておくべきだった。これは、特に初めての旅行者にとってはよくある誤解です。ミニバーは魅力的ですが、高額な値段がついています。私は間違いなく教訓を学んだ。これからは、ミニバーのおやつに手を伸ばす前によく考えてみよう。また、軽食や飲み物を持参することもできます。そうすれば、お金を節約し、消費する量をより細かく制御できます。それは素晴らしい提案です。事前に計画を立て、自宅で軽食を取ることは、お金をかけずに欲求を満たすのに役立ちます。また、外部への食べ物や飲み物の持ち込みに関するホテルのポリシーを再確認することを忘れないでください。場所によっては制限があったり、持ち込み料金がかかる場合があります。ホテルのルールを尊重し、追加料金や不便を避けることが重要です。別のヒントは、近くのコンビニエンスストアや地元の市場を探索することです。多くの場合、様々な軽食や飲み物をより手頃な価格で見つけることができます。それは賢い考えだ。現地の文化を体験し、地元企業を支援するには素晴らしい方法です。絶対に。さらに、ホテルのミニバーにはないユニークなスナックやお飲み物もお試しいただけます。これからの旅では、必ずそのことを心に留めておきます。経費に注意し、情報に基づいた選択をすることがすべてです。旅行予算を効果的に管理するには、ミニバーの費用など、潜在的な追加費用を認識することが不可欠です。アンナ、これらの貴重なヒントを共有してくれてありがとう。多くの旅行者は、ミニバーの誘惑にもっと慎重になることで恩恵を受けると思います。どういたしまして、ジョン。他の人がより楽しく、予算に優しい旅行体験をするのに役立つ洞察を共有することは、いつも楽しいことです。感謝するよ。アンナ。出費に注意して、ミニバーに不意に高額な費用をかけないようにしましょう。レッスン14、通勤時の会話。アンナ、通勤時間はどれくらいですか？
平均して約30分です。私は職場の比較的近くに住んでいるので、それほど悪くはありません。それは素晴らしい。通勤時間を短くすることで、時間を節約でき、朝のストレスも軽減できます。絶対に。朝は仕事を始める前にリラックスしたり、好きなことをしたりする時間を取ることを楽しんでいます。それは理解できます。通勤時間が短くなると、自宅と仕事の間の移行がスムーズになります。はい、それは私がより良いワークライフバランスを維持するのに役立ちます。趣味や運動、大切な人と過ごす時間が増えました。それは素晴らしいです。通勤時間が短くなると、全体的な健康と幸福感にプラスの影響を与えることができます。一方で、通勤時間がずっと長い人も知っています。彼らにとってはかなり難しいかもしれません。長時間の通勤は確かに大変です。毎日何時間も外出していると、心身ともに疲れ果ててしまいます。絶対に。オーディオブックやポッドキャストを聞くなど、長時間の通勤時間を最大限に活用する方法を見つけることが重要です。それは素晴らしい提案です。通勤時間を個人の成長に使ったり、何か新しいことを学んだりすることで、もっと耐えられるようになります。また、仕事のメールに追いついたり、前日の計画を立てたりするために時間を使う人もいます。そうすることで、より整理整頓されているとそれは感じること本当です。ができます。通勤時間を生産的に利用することで、達成感が得られ、旅をやりがいのあるものに感じることができます。別の選択肢は、可能であれば公共交通機関を利用することです。通勤中にリラックスしたり、本を読んだり、昼寝をしたりすることもできます。公共交通機関は、特に賑やかな都市部では、便利で持続可能な選択肢となります。絶対に。交通渋滞の緩和に役立ち、環境にも良い影響を与えます。通勤時間が長い方には、相乗りやライドシェアリングも有効な選択肢です。これにより、旅をより社交的で費用対効果の高いものにすることができます。その通りだ。通勤時間を他の人と共有することで、孤独感が減り、興味深い会話の機会が生まれます。確かに、通勤中に仲間がいて、途中で新しいつながりを作るのはいつでもいいことです。全体として、通勤時間が短くても長くても、より楽しくまたは生産的にする方法を見つけることで、毎日のルーチンを大幅に改善できます。素晴らしい視点だね。あんな自分に最適なものを見つけ、通勤時間を最大限に活用することがすべてです。まさに、ポジティブな考え方とある程度の創造性があれば、通勤を一日の貴重な瞬間に変えることができます。アンナ、洞察を共有してくれてありがとう。通勤中の会話は、どんなに長くても、旅を最大限に活用することを思い出させてくれます。レッスン15、タイミングを決める。アンナ、あなたは多くのプロジェクトを成功させてきました。感心したよ。タイミングはいつ持ち出せばいいの？タイミングが重要だ。話題を話し合ったり、デリケートな問題を持ち出したりするには、適切なタイミングを選ぶことが重要です。同感です。私はよく、間違ったタイミングで物事を持ち出して、誤解や緊張を引き起こすのではないかと心配します。考慮すべき重要な要素の一つは、相手の対応可能性と重要性です。相手がオープンで気配りのある時間を見つけましょう。
それは理にかなっています。相手の気分を把握し、夢中になったり急いだりしていないことを確認することが重要です。まさに、穏やかでリラックスした環境は、より良いコミュニケーションと理解を促進することができます。話をする時間を決めておくべきか、それとも気持ちのいい瞬間を捉えた方がいいのか？状況次第だよジョン。それが重要な場合は、専用の時間をスケジュールしておくと、両方の当事者が完全に出席できるようになります。なるほど。そうすれば、焦らずにじっくり話し合えるだけの時間を割くことができます。一方、カジュアルな会話や自発的な会話の場合は、その瞬間を捉えるのが効果的です。つまり、計画的なディスカッションを行うことと、即席の会話を受け入れることのバランスを見つけることです。はい、柔軟性が鍵です。時には予期せぬ機会が訪れることもあり、その状況に適応することが重要です。適切なタイミングがわからない場合はどうすればいいですか？会話を始めるには、待つべきか、率先して行動すべきか？自分の直感を信じてくれ。ジョン。対処すべき重要な問題なら、あまり長く遅らせない方が良い。わかりました。先延ばしは状況をより複雑にすることがある。後で対処するよりも早く対処した方が良い。その通りだ。ただし、緊急性が低い場合は、状況を観察して、より適切なタイミングを待つことができます。それを心に留めておくよ。状況に気を配り、効果的なコミュニケーションをとる最適なタイミングを選ぶことがすべてです。正確に、タイミングは会話の結果や個人間の全体的なダイナミクスに大きく影響します。アンナ、ご指導ありがとうございます。複雑なタイミングを乗り切ることに自信が持てるようになりました。どういたしまして。ジョン。練習と経験はタイミングの感覚を養うのにも役立つことを忘れないでください。アンナ、あなたのサポートとアドバイスに感謝します。会話の中で完璧なタイミングのコツをマスターしよレッスン16、店舗選択戦略。アンナ、別の店について何かアドバイスはありますか？その場合、どのような要素を考慮すべきでしょうか？絶対に、ジョン。店舗を選ぶときは、価格、品質、利便性、顧客サービスなどの要素を考慮することが重要です。価格は間違いなく重要な要素です。私たちはみんな、最もお得な情報を見つけてお金を節約したいと思っています。はい。ただし、価格と品質のバランスを取ることも重要です。時々、より良い品質のためにもう少しお金を払うことは、長い目で見ればそれだけの価値があることがあります。高品質の製品は長持ちし、全体的なエクスペリエンスが向上する傾向があります。利便性も重要な要素です。アクセスしやすく、様々な商品を提供する店舗を選ぶと助かります。同感です。近くに店舗があると、特に日常の必需品について、時間と労力を節約できます。さらに、店舗のカスタマーサービスを検討してください。フレンドリーで知識豊富なスタッフは、ショッピング体験に大きな違いをもたらします。優れたカスタマーサービスにより、全体的な満足度が高まり、店舗に戻る可能性が高まります。
考慮すべきもう一つの側面は、店舗の評判です。レビューを読んだり、おすすめを聞いたりすると、貴重なインサイトが得られます。それは素晴らしい点です。他の人の経験から学ぶことは、情報に基づいた意思決定に役立ちます。さらに、返品や交換のポリシーなど、ストアのポリシーについても考えてください。購入する前に、その条件を知っておくと良いでしょう。本当。柔軟で顧客に優しい返品ポリシーがあると、購入時に安心できます。最後に、店舗の価値観と倫理について考えてみましょう。責任ある観光で企業を支援することは、私たち自身の価値観と一致しています。絶対に、可能な限り、持続可能性、公正取引、倫理的な調達を優先する店舗を選ぶことが重要です。まとめると、店舗を選ぶ際には、価格、品質、利便性、顧客サービス、評判、ポリシー、価値観などの要素を考慮してください。包括的なアドバイスをありがとう、アンナ。これらの要素を考慮に入れることで、より良い店舗の選択に役立ちます。どういたしまして、自分のニーズや価値観に合った店舗を見つけることが全てだということを忘れないでください。ご指導ありがとうございます。情報に基づいた意思決定を行い、ショッピング体験を楽しむことが大切です。レッスン17、ケムクジャラの友達と楽しむ。犬を飼うのはいい考えだと思いませんか？彼らは素晴らしい仲間になる。絶対に。犬は忠実で愛情深く、私たちの生活に多くの喜びをもたらします。それを手に入れることをずっと考えていました。これとカーリーコートはどう？見た目も可愛い。ああ、はい。その品種はその魅力的な性格と抜け毛の少ないコートで知られています。パーフェクトだ。家を清潔に保つには、毛が抜けすぎない犬の方がいいです。わかりやすい。抜け毛の少ないひもの犬は、アレルギーのある人や家の周りの毛を減らしたい人に最適です。また、この犬種は頭が良く、しつけがしやすいと聞きました。それは大きなプラスですね。間違いなく。知能の高い犬種は、コマンドを素早く拾い、トレーニングセッションを楽しくすることができます。犬を訓練するというアイデアにワクワクしています。彼らにコツや服従を教えたら楽しいだろうね。やりがいのある経験だね、ジョン。トレーニングはあなたと愛犬の絆を強めるだけでなく、犬の安全と健康を確保することにもなります。尻尾を振って帰ってきて、遊びたがっている毛皮で覆われた友達のところに帰る喜びが想像できます。犬は信じられないほど愛情深く、人間との付き合いによって成長します。彼らは毎日あなたに会えて大喜びするでしょう。犬を飼うことに伴う責任を負う覚悟はできています。定期的な運動、身だしなみ、健康管理はすべて重要ですよね。絶対に。犬には身体活動、紐を健康に保つための定期的な身だしなみ、健康を確保するための定期的な獣医ケアが必要です。私は犬に愛情と思いやりのある家を提供することに全力を注いでいます。彼らは私たちが与えることができるすべての愛と注意に値します。犬はとても幸せをもたらし、私たちの家族にとって欠くことのできない存在です。
アンナ、洞察を共有してくれてありがとう。犬が私たちの生活にもたらす喜びと仲間になってください。レッスン18、フープピアスを使った流行に左右されないスタイル。常に求められているスタイルは完璧だと思いませんか？フープピアスがどんな装いにも優雅さを添えてくれるところが気に入っています。絶対に。フープピアスは用途が広く、何十年もの間ファッションの定番となっています。様々なサイズとデザインがあり、どんな場面にもぴったりのペアを簡単に見つけることができます。その通りだ。普段着に小さくて繊細なフープを好む場合でも、特別なイベント用の大きくてステートメント性の高いフープを好む場合でも、誰にでも合うスタイルがあります。フープピアスにはどのような素材が最適だと思いますか？金、銀、それとも他の何か。個人の好みや希望する美的感覚によって異なります。ゴールドとシルバーは時代を超越した選択肢ですが、ローズゴールドやステンレススチールなどの他の素材もファッショナブルです。なるほど。だから、自分のスタイルに合い、他のアクセサリーにも合う素材を選ぶということですね。まさに、フープピアスをネックレスやブレスレットとコーディネートすると、まとまりのある洗練された外観になります。適切なサイズのフープピアスを選ぶ際のガイドラインはありますか？主観的だ。小さいフープは控えめで控えめな見た目に、大きいフープは大胆な印象を与えます。顔の形やスタイルにもよると思います。はい、それは本当です。様々なサイズを試してみると、自分の特徴を最も引き立てるフープピアスを見つけるのに役立ちます。複雑な模様や装飾が施されたフープピアスを見たことがあります。それらについてどう思いますか？ピアスに視覚的な面白みと個性を加えるのに最適な方法です。それはすべてあなたのスタイルと機会次第です。それは理にかなっています。複雑なディテールが施されたフープピアスは会話のきっかけにもなりますし、あなたの個性をアピールする方法にもなります。ファッションは自己表現がすべてで、フープピアスはそのための素晴らしい機会を与えてくれます。様々なスタイルのフープピアスを探求し、自分のルックスを試すことにワクワクしています。それがスピリットだ、ジョン。フープピアスの無限の可能性を楽しく発見してください。アンナ、洞察を共有してくれてありがとう。フープピアスで流行に左右されないスタイルを取り入れましょう。